In diesem Volke, da stehen wir mit diesem Volk, leben wir, mit ihm sind wir verbunden auf Gedeih und auf Verderb. ヒットラーの口に入る前にその料理を先に食べるヒットラーの毒味役たちがいた。彼らはアドルフ・ヒットラーの料理人だ。通称アドロフの料理人。彼らは言った。食べるたびにこれが最後だと思った。でも死ななかった。だからまた明日も呼ばれるんだ。生き続けることが罰だった。気をつけた方がいい。バーチャル怪談百物語。1945年4月、ベルリン。地上では赤い炎が夜空を染めていた。ソ連軍が迫り、第三帝国は崩壊寸前。だが地下深く相当地下壕ではその夜も静かに夕食が運ばれていた。白い皿、銀のスプーン、湯気の立つスープ、そして相当専属料理人はいつも通りナプキンを整えていた。皆さんこんばんは。バーチャル怪談百物語へようこそ。今夜の怪談はヒットラーの料理人。世界で最も危険な男ヒットラーの食事を最後まで作り続けた人物の話です。ヒットラーが下した決断で6000万人が死んだ。都市が灰になり、民族が消え、地図が塗り替えられた。それでもヒットラーは食事にこだわった。専属の料理人を置いたものの、毒殺を恐れ同じ料理を複数人に食べさせた。爆撃で崩壊していく地下壕でアドルフ・ヒットラー、その危険な男は最後まで普通の日常を続けようとしていた。地下壕の料理人。相当地下壕、ベルリン地下16メートル。湿ったコンクリート、薄暗い照明、崩れ続ける天井。その地下壕でヒトラー専属料理人は毎日決まった時間に食事を作っていた。ヒットラーは偏食で知られていた。肉を避け、パスタを好んだとも言われている。だが最も重要だったのは味ではない。毒。相当の食事には必ず毒味役が必要だった。料理人は震える手で皿を運ぶ。その間も天井では爆撃音。地下壕はまるで棺桶のように揺れていた。毎日皿の前で毒味役たちは食べるために思う。今日で終わりかもしれないと。それが何日も何十日も続いた。死なないことが次の恐怖への切符だった。爆弾の中でものともせず、普通なら逃げますよね。でも地下壕の人たちは食事を作って配膳して椅子を引いて、食事が終わってもいつもの昨日を生きてた。地下壕の人たちは逃げなかった。じゃなくて食事を作って配膳して椅子を引いて最後まで普通だったんです。それが一番怖いと思いませんか？あなたなら逃げますか？地下壕の人たちは逃げなかった。いや、逃げれなかった。世界が終わる日もいつもと同じ朝を生きようとした。それって狂気ですか？それとも誰も座っていない席。ある夜、料理人は異変に気づく。食卓の皿が一枚多い。
白い皿、銀のフォーク、グラス。誰の席だ。副官に尋ねても誰も答えない。だが翌日もその席は用意されていた。地下壕では奇妙な噂が広がっていた。夜中、誰もいない食堂から食器の音が聞こえる。空席の椅子がゆっくり動く。そして焦げ臭い匂い、まるで焼けた肉のような匂い。これは歴史上残っている真実です。ベルリン陥落の直前、地下壕の人間は限界を超えていた。眠れない、空気が腐っている、いつ死ぬかわからない。こういう状態が続いた時、人間はいるはずのないものを見る。それはそういう精神状態だから見るのか、それとも実際にそこにいたものを見たのか。最後の晩餐。1945年4月30日、地下壕の空気は異様な静けさに包まれていた。ヒトラーは最後の食事をとる。質素なスパゲッティ、軽いトマトソース、薄いスープ、そして赤ワイン。それからヒトラーの料理人は震えながら皿を置いた。その時だった。総統席の向こう、誰かが座っている。黒焦げの軍服、焼けただれた顔、うつろな目。それが一人ではない。食卓を囲むように無数の影が座っていた。極寒の地で100万人が死んだ戦場、スターリングラード。1日で1万人が海岸に散った上陸作戦、ノルマンディー。100万人以上が帰らなかった収容所、アウシュビッツ。そこで死んだ者たちが静かにヒトラーの食卓を見つめていた。ヒトラーは黙ってそれらを口にした。本来ヒトラーにとって最後のディナーメニューだった目玉焼きとマッシュポテトは、この後ヒトラーが自殺をしてしまい、それをヒトラーが口にすることはなかったとされる。この場面、ずっと頭から離れないんですよ。地下壕ってある意味死者が集まる場所なんですよね。地上では何万人も死んでる。なのに地下ではナプキンを整えて静かに晩餐を続けてる。このズレが本当に気持ち悪い。本当に異常だなって思うんですよね。料理人は知っていた。ヒトラー総統は誰も信じていない。毒味役は毎回青白い顔で料理を口に運ぶ。数分待つ。死ななければ総統閣下が食べる。それが毎日。また明日がやってくる。ある夜、料理人は厨房で声を聞いた。まだ足りない。振り返る。誰もいない。だが調理台の上には空の皿が増えていた。まるで誰かが食事を終えたように。地下壕に残ったもの。数日後、第三帝国は崩壊した。地下壕には死体と静寂だけが残された。だが発見された厨房だけはとても美しく、気味が悪いほどきれいだったという。磨かれた銀食器、整列した皿、そして
最後まで片付けられなかった一隻分の食器。もしベルリンの地下壕で静かに食器の音が聞こえたら、それは今も誰かが最後の晩餐を待っているのかもしれません。目玉焼きとマッシュポテト。歴史には残らなかった。だが確かにそこにいた。やあ皆さん、ヒットラーは極度の潔癖症だった。食器の配置に異常な執着。食事中人の目をほぼ見ない。ベジタリアンだったが甘いケーキを異常に好んだ。夜中2時以降に食事することが多かったという。ヒトラーの側近たちは彼が普通に会話している時が一番怖かったと証言している。人は毎日同じ料理を食べ続けると安心するという。だが彼の食卓にはとうとう最後まで安心だけが存在しなかった。ではまた次の物語でお会いしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。Under the blood moon, a shadow walks, still whispers, the mountain talks, 1,000 battles, a single name, lost to the silence of the pouring rain. This is why you